鉄道の発明は革命的だったって言われますけど、いまいち実感湧かないですよね。じゃあ当時の鉄道開業はどれだけインパクトがあったのか、実際に馬車と鉄道を比較して時短効果を体験してみましょう。そう、トランスポートフィーバー2でね。舞台はこちら、ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルドでおなじみのカッカレ地方です。日がっかれ、市原村、ミナッカレを結ぶ鉄道路線カッカレ線を建設して、馬車と比べてどれだけ速くなるのか所要時間を録画で計測します。ということで早速カッカレ線を建設したので、空撮映像で路線紹介です。酔いやすい方はお気をつけください。日がっかれは南西に駅を作り、ウルリ山をトンネルで越え、市原村北部に力駅を設けました。かっこいいからボタン式の駅にしています。そしてカナレット高原の秋に終点、ミナッカレ駅です。走らせる車両はこちら、赤野さんが公開してらっしゃる1号機関車です。馬力は 128kW、 馬174匹分です。トランスポートフィーバー2は有志の方がたくさんの車両をワークショップに公開しているおかげで、いろんな車両で遊べます。客車も同じロットに入っている開業当初の客車をつなげます。役者が揃ったところで検証に移りましょう。はい、どうも、メヨアンです。今、日がっかれ駅に来ています。今回は3画面同時再生どっちが早いシリーズとして、日がっかれミナッカレ間を開業したばかりのハイラル王立鉄道アッカレ線と馬車で比較してみようと思います。鉄道のスピードが気になるところですが、途中で市原村に向かったで馬車とも大きな差はつかないのではないかと予想しています。馬車は日がっかれから直接ミナッカレへ向かう馬車 A と、日がっかれから市原村で途中乗り換えてミナッカレへ向かう馬車 B の2パターンで比較したいと思います。それでは鉄道、馬車それぞれ日がっかれの映像に切り替えて検証スタートです。アッカレ線が少し遅れてのスタートです。
柄駅に到着。馬車 B も市原村までの中間地点に来ていますが、上り勾配で減速気味。馬車 B、10キロを切ってしまいました。馬車 A も坂で減速しています。ここで秋枯線水中駅に到着です。タイムは3分15秒くらいでしょうか。ここからは馬の尻をレーンと眺めるだけになってしまうので倍速にします。馬車 B、市原村に到着。ここから馬車を乗り継いで水狩りに向かいます。馬車 E、勾配で減速していますが間もなく水狩りに到着です。タイムは8分55秒くらい。秋枯線と距離は変わらないようにも見えますが、ここまで差が開きました。急勾配を登って馬車 B、水狩りに到着です。タイムは11分30秒。というわけで日が暮れから水狩りの鉄道と馬車のレスは鉄道の圧勝という結果となりました。鉄道の方が速いことに驚きはありませんが、距離的には同じかむしろ短い馬車 A にも5分以上の差をつけるとは想像もつきませんでした。馬車は1馬力というハンデが坂道になってから如実に出ていましたね。とはいえ馬車は最高で20キロ出ていました。鉄道開業当時の日本では馬車すらあまり普及しておらず、多くの人が徒歩で移動していました。最初に開業した新橋横浜間ですが29キロあり、徒歩では6時間くらいかかってたらしいです。当時の人は1日40キロ歩いたら宿で休むのが普通だったようなので、新橋横浜間の移動だけで
そろそろ今日はどこ泊まろうかと考え始めるあたりですかね。現在の感覚に換算すれば、東京鹿児島中央を新幹線で行くと6時間半なので、まあ日帰りは無理ですね。では企画は以上になります。企画を終えたところで最後に宣伝させてください。さっきからちらちら他の路線も見えていると思いますが、この動画ゼルダの世界に鉄道網を整備するシリーズのパート4なんですよね。他の動画も見てもらえると嬉しいです。最後に今回整備したエリアのその後の映像コーナーです。